番最初に満を持して出したラーメン屋がもう大失敗しまして、その時はもう一番もうあかんなと思った時期だったんですけどね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。これ鶏油、鶏の油、香味油を使ってるんですけども、油もひね鶏を使ってるんですけど、ひね鶏の方が香りがいいので、国産ニンニクと生姜と、で、ここからずっと焦がさないように低温でずっと香りを油に移して作ってる。さあもういくつも仕込み同時に進行されるんですか？そうです。今日はまだ、誰か他に来ますけど、いつも一人の時はずっとあっちゃったこっちゃったりしますね。うちは最初に185で焼いてから、そこから67度で2時間半から3時間。これだから今温度を下げてますけど、さっき180度で焼いて、次低温になるまで温度下げてからまた2時間半。今それぞれ何をされてるんですか？今向こうが和だしを取ってます。一番向こうでこっちが鶏の油鶏油で、今これメンマ炊いて、で煮豚向こうで炊きながらレアチャーシュー焼いてます。タイマー地獄になります。あっちこっちで炊いながら。これで回してもらって、これが煮豚。はい、もともとは和食から始まって、創作居酒屋を始めまして、その当時はまだたくさんお客さんに来てもらってたんですけども、いつかは終わるなと、ちょっと日常食であるラーメンをやりたいなっていう気持ちになって、そこから一番最初に満を持して出したラーメン屋がもう大失敗しまして、その当時はもうコンセプトもそうですし、間違いないなと思って出した店なんですけども、やっぱりいろいろ穴があったのか、もう大失敗しまして、その時はもう一番会社の中でもうあかんなと思った時期だったんですけどね。その道があったから今このジンパチでできてるのかなという考え方もできるんですけども、一番大変でした、そこが。はこのジンパチさんは、はもう結構順調だったんですか？い。いやいや、そんなことないですよ。最初は、それこそ一日数万ぐらいしか売れてないことが半年ぐらいありましたね。もうまたやってもたかなと、そこも落ち込みましたけど、そこからつけ麺を始めて、自家製麺っていうのをもっと前に押し出すようになって、少しずつお客さんが増え始めて、ちょうど1年ぐらいですかね、もう開店前にもお客さんが店前に来てもらえるようになりだして、もう改めて、感謝、ありがたいなと思いました、その時はほんまに。これだしです。これ、魚介中華そばに使うだしなんですけど、うち中華そばはだしベースなんですよ。ダブルスープとか動物系は入ってないので、このだしに背脂とあと香味油2種類入れて仕上げるんですけども、このだしの取り方ももともと一番最初はもうクリアに雑味のないようにと思って取ってたんですけども、やっぱり動物系が入ってない分結構ちょっとパンチが弱かったので、どっちかというと取り方としてはもう雑味苦味あるぐらいのちょっとそんな炊き方をします。どっちかというとその方がなんかうちこれタレも炊きますけど、そのタレと合うんですよね、食べた時に。これは一応昆布、国産の昆布
鶏白湯の今から炊くスープに、これ最後仕上げに入れるんですけど、店によっては煮干しの段階でこの煮干しだけ揚げるとこもあると思うんですけど、もうこれも一緒にうち炊いてしまうんですけど、割とブツブツと煮干しが崩れて腹渡が出て苦みが出たりするのは嫌がるとこもあるんですよね。それがうまみになると思って、こっちの方が美味しかったのでね、食べる時に。になるんですかね。これね、もみじ柄っていうさ、この胴柄ですね。でこっちがね、この足、鳥の足の方がね、木の足。はい、これ終わってから入れますね。いつもこれぐらいの量なあんですか。そうですね、はい。こう鹿間店と野里店とってあるんですけれども、2店舗分の、2日分ぐらいですね。スープは大体どれぐらい煮込まれるんですか。一番立ち上げてから3時間ぐらいですね、合計。その間はちょっとあっとりしながら。そうですね、はい。うどん粉とラーメンの粉を混ぜてもちもち感が出るように作ってます。これは鶏白湯スープに最後入れるんですよ。飲んでください一回。その苦々しいところじゃないですけど、ちょっと奥にちょっと苦味がある。本当だ。ちょっとちょっと後に苦味が。煮干しのはい、そうですね。それぐらいの方が合うんですよ。この1個のロールで大体今何人前ぐらいなんですかね。大体60人前ぐらい。違いみたいなものってあったりされるんですか。水の量がつけ麺の方が少し増えるのと粉の割合も少し変わります。もちもち感が増え
マスというか、はい。醤油だよ。これ丸2日漬け込んでから炊いて、炊いた後にもう1日寝かしてから使います。こっちが担々麺ですね。こっちが魚介濃厚つけ麺のスープ。でこれはもう鶏白湯スープ。これは普通の鶏とろみそばっていう、デフォルトメニューのスープです。これが担々麺のスープ。限定麺のポップ出てると思うんですよ。担々麺はごまペーストにあとエビのエキスを入れて仕上げてます。ザラメ砂糖を入れます。しいたけ煮干し、あと昆布。決めるときにいろんな寝かしたら冷蔵庫で寝かしたらもっとまろやかになります。使います。これはもう干して明日使うだけですけど。干すだけですけど。
生姜とニンニクと玉ねぎを切ったものです。今からどちらに行かれるんですか？野里店にスープと麺を配送しに行きます。これが醤油だれ、これが塩だれです。塩だれと醤油だれをブレンドしたとろみそばのタレが3種類、あと貝だしそば、これもこれ4種類。いつもはもっと作りますけど、今日ちょっと肉がまだできてなかったので、今日は6本ですけど。明日のだしの事前に合わせた調味料です。
あんまり下味染み込ますのあんま好きじゃないので、個人的に濃い味はつけてない。食べる時に塩山椒で食べてもらう。向こうのもう1店舗ありますよね、野里店。あっちが先なんで、あそこをオープンの立ち上げから見せます。金八だけで言えば、まあ、長い方だと思います。はい、一度離れられたんですか？そうですね、3年ぐらい前に、2年半ぐらい、はい、また里中さんとお仕事したいなということで、はい。オープンします。順番でいい。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございます。します。いらっしゃいませ。お願いします。下から水がポテト。
油かかってる。唐揚げありがとうございます。ありがとうございます。もう少しお待ちください。ありがとうございます。します。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。大変お待たせいたしました。レオポークループいただきそばです。ではお盛りですね。失礼します。はいはい。ラーメンのこういう味は初めてです。ではお待たせいたしました。このレアポーク丼とこの鶏とろみそばです。予想以上に美味しかったです。こってりしてます。今日初めて。初めて会社の人がここが美味しいって言ってたんで、ちょっと一遍入ってみようっていうことで。なかなかでも癖になる味です。美味しかったです。うんこれははい。腰もついてて美味しいです。うん。好みの硬さで。うん。味も染みてます。
ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせいたしました。以上でお揃いでございます。はい、はい、ご協力お願いいたします。ニラ？ニラ入ってた？今日はどんな料理ご注文されたんですか？鶏とろみそばと中華そば。中華そば。旦那はこういう醤油系が好きなんですけど、私はこういうパイタンとかが好きなんで、ちょうど2人とも好みのものが。チャーシューどうでした？もうめっちゃ肉厚で美味しかったです。2種類入ってるのが珍しいなと思います。ね、こっちはレアな感じですね。いやめっちゃ美味しいです。白湯ラーメンが好きやから、なんか深みがある味わいです。甘いだけじゃなくって深いみたいな。こってりしてるんですけど、くどくはないです。大きめサイズでゴロゴロ入ってて、今日初めて来ました。そうです。魚介系とかそっち系が好きなんで。どっちもある。 1個の店に2つあるってないんでしかもどっちも美味しいってなかなかないから、結構ラーメン屋さんはよく行かれるんですか？決まったお店ばっかりですね。じゃあもしかしてジンパチさんもその決まったお店の一つに。あ、なると思います、美味しい、めっちゃ美味しいです。はい、ありがとうございます。つけ麺の何バージョン？特製トッピングがチャーシューだとかが増量。
お待たせいたしましたね。ご飯の大盛りでこちらの魚介のつけ麺のチャーシュー焼き肉丼ですね。鶏とろみつけ麺。鶏玉こっちですね。はい。キャメラのちょっと取って。ありがとうございます。申し訳ないです。こちらなんか柚子醤油つけ麺です。こちらバジルソースと柚子酢となっております。お好みでスープにのせてお召し上がりください。ありがとう。食べ方下手くそなんです。今日は何をご注文されましたか？特製つけ麺。2番から麺大盛り、ご飯大盛り。麺大盛りでご飯大盛りでつけ麺のお味はいかがですか皆さん？美味しいです。美味しい。ご飯のトッピングですね。チャーシュー丼。チャーシューチャーシュー丼。特製のトッピングですね。トッピングみたいな。陣八さんに来られたのは何回も来てますよ。僕はもう5、6回。通われるなんか理由みたいなものってあるんですか？まあ純粋に美味しいから。初めて来てみていかがですか？美味しいです。めちゃくちゃピカピカな理由が分かりました。そんなピカピカじゃないと思います。昼営業終わった後は。はい。必ず。はい。毎日2回ってことですか？そうですね。昼営業後と。平成後。はい。はい。あれいりこだしの多分まこいですね。昆布ここのは溶けてくるんですよ。溶けてきたぐらいだったら大体沸騰して、取れるかな。炊き込むのが1時間から1時間半ぐらい、沸騰してからが約40、50分ぐらいですね。でポコポコポコ沸騰してきたら OK です。止めて一番最初はこぼれるんでスープの上だけ取ります。これ次に2回ぐらい殺して
こぼれなくなったらまたこうよく混ぜてもらって混ぜてでまんべんなくとる。ちょっと切ったら熱いんでいいですか。ほんでこうやったらここ出てきますね。こちらのお店は2店舗目になるんですか？そうです。はい。この4月で10周年記念ということで、まあ、改装するんですけど、野里店は、1号店は。で、その野里のオープンから3年後に、この鹿野店ありましたけど、居酒屋を閉めたので、まあ、さっきの森脇もそうですけども、みんなそうやってラーメン業態に、まあ、移行してもらって、2店舗目を出せたっていうことで。はい。でも森脇さんともめちゃくちゃ長いんですよね。長いですよ、長いですよ。長い。それこそ学生時代の、はい。独立前の店長やった店にアルバイトで来てくれた彼なので、一旦彼は和食の職人の道を志して、まあ、僕は姫路に来て自分で商売させてもらうっていう形で、まあ、離れましたけどね。まあ、時をして、また、まあ、声をかけてくれたので、いてくれなくては困る存在になってくれてます。はい。そこはもうご自身でまた経営っていうところにはい、はい、はい。はい。そうです、もう31年。いや、もうようやってくれたなと思いますけど、潰れかけたこともありましたけど、たまにありますよ。スタートはこの人、30年前から来てくれてはるなっていう人は、本当数少ないですけども、いていただいてます。まあそうです。まあなんとか続けてれたなっていう感じです。はい。今後の展望。展望ね。別業態を、まあちょっと考えてるんですね。何屋さんやるとかあんまちょっと言えないですけど、和食の時も、やっぱり常になんか新しい業態をやりたいっていうのもありますし、まあスタッフもその楽しみっていうのもあると思うので、まあ次、こんな賞やあんな賞やっていうのを考えながら、まあ進めたいなと思ってるんですけど、でももう年齢的にはそんなにどこまでできるかわかりませんけど、まあ一応そういう新業態は計画してます。はい。お店の陣八さんの特徴であったり、こだわりっていうのはここにあるんですか？いつも、まあ心がけてるのは、陣八をやり始めたのも日常食をやりたくてやったんですけどね。でも、やっぱり飲食店っていうのはやっぱり非日常な場でなかったらいかんので、家で味わえない、我々プロですから、なかなか他では味わえないっていう味を、と盛り付けと店の雰囲気と、を提供できるように、まあスタッフと日々やっていますね。はい。もちろん、スタッフやってくれてるから、こうやって商売続けられてるので、心から感謝してますよ。はい。なかったらなかなかね、店も運営できないし、僕のことも分かってくれてるスタッフがいるから、まあ任せられるんじゃなくて、そこは非常に感謝して、これからも、頑張ってもらいたいなと思ってます。心から。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、いいお話。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。